キラノジョンです。今回はナビ VS エンパイアゲーミングというわけでね、結構強いクランとの対戦相手になりますね。5カップだったかなになると思います。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。先行ナビの方からですね、ガクからスーパーアーチャーですね。珍しい気がする。ウォーデン付きの突撃艦飛ばしていって、ストライカー掛け得なんでここはストライカーも使って相手のロイヤルチャンピオンの方まで処理を行っていきつつ、ちょっと処理ができてないが、普通にしんどい。そして、電波マークが出ている。やめてほしいですね。見づらいスーパーアーチャーになってしまいました。電波マーク。これ、このプレイ中に電波マーク出たらすげえ邪魔だろうな。さあ、どうなる？一回戻るか。さあ、先行ナビの方からガクスーパーアーチャーですかね。結構珍しいですね。さあ、突撃艦とウォーデンも使っての初手ですが、これロイヤルチャンピオンの方ね、ストライカー投げ得なので処理を狙っていくような形。ただちょっと突撃艦に釣られて処理ができなかったっすかね。タウンホール前のところまで、狙ったところまでしっかりと届けていくことはできてるって感じですかね。タウンホールプラスアルファで、モノリス、あとはマルチ IT とかも手が届く位置になってくるかなというところなんですけど、ちょっとアイゴレ入っちゃってるかな、これは。ここで終了というところで、狙ってたバリューが出てるとはちょっと思えないですね。どうなんでしょう。もっと狙ってたんじゃないかなっていう感じですが、援軍処理して、ラバルをしてという形になると思うんですけど、ロイヤルチャンピオン短期で使うのか、一緒にヒーローと合わせてやっていくのかで結構変わってきそうですね。上の方とかね、ロイちゃんだけだったらね、もうめちゃめちゃ簡単に処理できそうなんですけど、ラバルするにはね、結構コスパの悪い区画になってますよ。さあ、ちょっと一瞬ぐるっといきましたが大丈夫。さあ、アイゴレとキングとエレクトロタイタンを添えていきつつ、ロイちゃんの方はね、これで簡単に処理ができますが、ちょっと、被弾を受けてしまったのは痛いところ。どうした？ロイヤルチャンピオン真ん中マルチの方に、なるほど、ロイちゃんルートを取るような形で入ってたわけですね。これ強いな。さあ、アイスラバ付きで6時の方からスタートしていきまして、エイジタワー乗っかりつつ、呪文がないんでね、このアイスラバっていうのはね、この編成において結構大事になってくるんですけど、さあ、マルチまで突破しつつ、ストライカーも添えていきますが、エアスイーパーとマルチ投石のコンボが結構きついですかね。終点に、設定されている、12時、9時というところまでね、余力を持って進まないと結構厳しいんですけど、中心部ロイちゃんでね、見てたのかな、全部。ちょっと苦しいっすね、ここ。さあ、終了ですね。71% というところで終了です。少し嫌ですね。対戦相手61タイタンですね。おでひからスタートしていくような形。対1クロスを天才で折るのか、おでひで折りに行くのかで結構ありますが、ここは天才で。で、マルチ IT の前にバーバリアンをチェックで出して、シューターのルートを安全圏確保していってという形ですね。逆サイベビドラカットもやりつつ、このクイーン投石エリアに誘導するやり方かなり見ますね。いろんな。ホグライダーもチェックで回して、シューターの準備はだいぶできたなというところ。戻してきてエレクトロタイタンクイーンスタートで、逆サイドにキングネクロを展開するような形になっていきます。エレクトロタイタンが先行していって、リクスケ出ますが全く問題なしと、ここは結構クイーン投石でね、ユニット持ってかれた感がありますがどうでしょうか。援軍処理もラバハウンドはこれは一瞬で処理ができる強いね、エレクトロタイタンの強みが出たところですが、なかなかこのテスラモリが厄介ですね。
クイーンの動きが変わりつつ、内側に入ってね、くれませんね、なかなか。タウンホールの方もシューターがここで弾けていったんですけど、向かってくれてない、シューターが落とせてないというところ。これはロイちゃんでのリカバリーが絶対条件というような形になってますね。ここでロイちゃん使うつもりはなく、本当はね、9時とかにね、キングロイちゃんって形を作りたかったと思うんですが、タウンホールの方、起動したのみの天才になってしまったというところで。さあ、クイーンクローク奥で使いつつ、ロイヤルチャンピオンがここで爆破を受けていく。さあ、クイーンここでこうですね。破壊率、オールウェイカー3枚も持ってきてるけど、どういう裏に穴開けしていくようなプランニングでもしてたのかな。ゴール地点にゴールブレーカー3枚で出口作りたいとか考えてたとしても、ここは壁開いてるんでね、シンプルにウォールブレーカーの枠を他のユニットに付け足す方が当然良かった形ではありますかね、この場面。それでも 80% というところ。さあ、ベルナウ。ロケバルラッシュですね。スーパーアーチャーのロケバルラッシュというところで、スーパーアーチャーの使用率が最近ちょっとずつ増えてるような感じがありますね。ナビの中でも。さあ、ウォーデン使いつつ、ここの辺は、バルーンを盾に、さっきの額と同じような形ですが、ヒーローが遠いというところと、エアスイーパーかかるので、早めにエアスイーパー固めていってというところ。最近、クイヒ以外の戦術もね、ちょいちょいやってるような感じになりますね、ベルナウ。さあ、援軍は先ほどと同じようなロケバルアイゴレというところ。さあ、クローンを送りてかけていって、スーパーアーチャー。こういったね、普段、クイヒじゃない、クイヒと、ちょっと、今日なんだ、ラグいな。実はね、取り直しで何本かこのモードが出てしまったのでやり直ししてるんですけど、タウンホールのところまでしっかり撃破して、ここで電波マークの方も同じように。これあれなのかな、スーパーアーチャーの新コードによって電波も変わるのかな。ここからキングクイーン展開していくんですが、ウォーデンの方がね、ここでめった打ちにあってしまうような形。ロイヤルチャンピオンも追加で出していって、ロイちゃんこういう使い方するなら、最初からもう出していこうというところですかね。ウォーデンのライフオーラを生かしてというところですが、ちょっとエレクトロタイタン合流がギリギリになってしまい、ターゲットもね、結構入ってしまいましたね。ロイちゃんの方がボコられていくと。さあ、イーグルのところまでロケバルをまずは差し込んでいって、外周部の方を切って、キングクイーンをね、モノリスあたりに誘導していきたいという形ですかね。ストライカーはまだ3枚持ってます。フィストを使ってね、ターゲットをブラしていきたいんですが、ターゲットはキング入っちゃってますね。早めにそうなると突破していきたいんですけど、モノリスに捕まったらもうおしまいと。逆サイドも、ロケバルを展開して一気に削りに入ってます。対空砲直でね、狙ったような形なんですが、ウィズ島が残っていたので、タイミング変えてと。第1クロスも落としつつ、ここからはクイーンのクロークと残ったロケバルで回収していくような形。クロークストライカーのところ、じゃあロイちゃんのところでね、どうせ合わせるような展開になるので、ストライカーは回収ユニットに回したいと考えてるんじゃないかな。ここ、温存で出しましたね。いいタイミングで当てれそうなら大丈夫というところで、ここはストライカーでの処理を行いつつ、投石のタゲをクイーンではなくてロケバルの方で寄っていく。ここはクイーン、クローク合わせていって壁殴りつつ、そのうちにロケバルが裏からという形ですが、こっちでも逆だね。言ってたことと逆になりましたが、しっかり投石をクイーンの方で打っていくという形でしたね。ガーソス。対戦相手クイヒーラバル。どういった形でやってくるのか。3時のところからクイヒースタートになりましたね。スニゴブサイドカットもというところで、イーグル区画に狙っていきたいというような、そういう雰囲気ですね。突撃艦でした。ってなると、話はまた別と。
くるくるがうざいな。さあ、クローク早めに使わされてというところで、これめちゃくちゃうざい。キングのサポートが入っていってるところですが、これ、クイヒのやりたかったというところは、この祭壇明けとかで、どういった形狙ってるんですかね。さあ、ウォールブレーカーが転がってきましたが、届きますね。届きましたが、ここは空いてないので、将来的に内側に入っていきたいという形なんですかね。さあ、バルーンとウィザード使いつつ、タウンラバルになるので、タウンホールの方、このまま、ラバルで合わせていきたいと思うんですが、時間もまだあるというところと、呪文もまだフリーズ4発あるので、少し食い火見てる感じですね。イーグル砲が発動がもうないので、ここはゆっくりやってもいい。まずは6時からなんですけど、対空砲でもうラバが割れちゃいますね。さあ、クイーンの方をインビジブル合わせていって、ブロックないので、クイーンのコントロールどうするかですが、これは落ちますね。呪文が間に合わない。さあ、フリーズレイジをタウンホール合わせて、もう諦めも兼ねての、こういうアタックになりそうですが、レイジはまだかけない。さあ、奥でレイジをかけて、ここでトーム。さあ、ストライカーの方もしっかり奥まで届きかけましたが、ダメでした。さあ、ロイヤルチャンピオンのところはロイヤルチャンピオン同士の対決になってしっかり勝負あり。ですが、残った投石のところでバルーンが全部落ちていくと。ローテの突撃艦のバリューが想定よりも圧倒的に少なくなってしまった、モノリスが残ってしまったっていうのが、一番残念に思うところなんですかね、対戦相手の。プランニング的にはそこを落とせてるってことけど、モノリスがあるかないかだとね、ガラッと変わりますよね。話はだいぶ変わりますね。さあ、ここで、対空砲からガーゴイルが打たれていって、ガクのアタックも結構これぐらいのパーセントだったと思うので、いい勝負にはなってそうですね。前回のところでね、ベルナが取ってくれたので、リードは取れてますがというところ。さあ、このまま終了で 74% です。さあ、カズマくん、クイヒーラバルにコウモリが入ったというところで、少し変わった形でやってくるのかな。対空砲への、タンクみたいな形で使われることがね、かなり多い、コウモリの呪文1枚編成っていう形なんですが、違う形で用いるのか、どういう使い方するのかちょっと注目ですね。あんまりクイヒーラバルにね、入ってくることはない呪文ではあるので、ここは、クイーンの HP コントロール、完璧。そしてウォールブレーカーをつけて、宝石区画が狙えるような形になってますね。クイーン、ここ、いや、完璧だな。分かってんね、完全に。攻める前にね、プランニングというか、範囲はしっかり確認してやってると思うんですけど、ちょっとこれは逆に回ってしまう。ここまでは、狙ってた誘導と逆の方向に行ってしまいましたね。ここか。分かったな、その使い方。うまいな、それ。やりたかったことは分かりましたね。なるほどね。そのケアでそれ持ってくんの、うまいな。9時にね、食い火を持ってきて、多分だけど、キング使うのかどうかわかんないけど、残った対空砲とかに、大盛りバルーンで、対空砲からの横打ちも受けないで、9時の方も降りたいみたいな使い方なのか、逆サイドシンプルに12時の方、そういう使い方するのか、ちょっとわかんなかったですが、ボマーとの組み合わせとかもちょっといろいろあるのでね、どういう使い方かわかんないですが、キング使いたくない場合のね、残った対空砲の処理とかにコウモリって使えそうですね。発想としては。さあ、クイーンの HP が大変なことになってるので、ここはインビジブル。さあ、モノリスのターゲットをコウモリで取るようなね、使い方してくるんですが、当然マルチ IT がかかってる企画になるので、ここはターゲット取り切ることができず、本来の使い方ではないですね、これは。さあ、ボマーが弾け飛んでいきつつ、
中心でトーム。ロイヤルチャンピオンはね、一応残しているので、角度を変えて12時の方からやってきました。まあ、ロイヤルチャンピオン突破しつつ、そうすると12時の方のね、回収ができるというところ。ドラゴンライダーたちもいるんですけど、タチではないね。マルチ IT まではドラゴンライダーでケアができました。さあ、残った投石企画の方はさすがに厳しいか。こうなるとね、ウォールブレーカー3枚持ってきてはいたんですけど、使うことなく。ただ、空飛のルートがね、想定の通り、狙ってた通りの方向に行ってた時の攻めをちょっと見てみたかった。大盛りの呪文が面白い使われ方になってそうではあったので。ただ、ここまで持ってくんのはさすがですね。3時の区画のみというところまで伸ばしてきました。V 比が逆走してこれっていうのは、まあさすがですね、本当に。よっ。さあ、続けて対戦相手、スーパーボーラー編成ですね。突撃艦セットしてますがという。9時から、お出ひではなく、クイヒーからのスタート。そうなると9時に突撃艦落としたりとかすんのかな。12時の方もイエティベビドラというサイドカットで、アーチャータワー2つを、そうですね、折り切って突撃艦を9時の方から、しっかりホーミングの方もバルーンで据えて落としたい。おう、ちょっと、一回安い吹かれた分、どうでしょうかとか。第1クロスのタグはね、しっかりクイーンで拾えてたので、これいい感じに、いいっすね。援軍の方もイエティが少しだけ、ストライカーのところまで全部釣ってくれたので、フリーズかけたいかな。フリーズはかけずに行くんですね。ポイズン。ちょっとそれは怪しい勝利だな。イーグル砲は、最後の一発伝えていく。こうなると、持ってきてるね、エレクトロタイタンで相手のラバ処理きっちり決めていきたいところですね。まあ逆に言うと、それがあるので早めにしっかり打てたというところもあるかな。スケルトンの呪文結構浅めに置きましたね。もっと奥めにかけても良かったシーンではある気がする。モノリスのターゲットだけね、しっかり取りたいっていう形だと思うので、この使い方だと。さあ、アーチャーも使って援軍処理のところ、ここは、スケルトンの呪文も終わったので、ターゲット取り直しつつ、ここで早めですが、トーム打ちましたね。だいぶ早いかなって印象。どうだろう、これは。このトームがどうなるか。クイーンが壁を殴っている内側のサンタゲを取りまして、外周部キング。クイーンこれ中心届かないってなると、これ、ロイヤルチャンピオンとタウンホールの関係性がどういう形になってくるでしょうか、これは。クイーンはウォールブレーカーしっかり残していたので、いいウォールブレーカーですが、本当に入るでしょうか、そこに。そこ削っておきたいなら、入らないですね。ロイちゃんでのリカバリーなんですけど、大工からぶん投げて、フリーズもね、残したいという形ですが、あれロイちゃん出さないね。あれ切れたもしかして。そういうわけではなかった。甘い。しかもそれてる。あまりに遅いリカバリーだったぜ。ここで、バーバリアンとかも追加しつつ、フリーズがあるんでね。ただこれ結果的には結構、ここまで悪くない形にはなりましたが、ロイヤルチャンピオンへの被弾が当然、高まる。タウンホールのところ、これレイジタワーが乗っかって、これはやったかな。時間切れなんだ。諦めたんかな。さあ、ホッサンもスーパーアーチャーというところで、スーパーアーチャーがすごい多いですね。ドラゴンライダーも3体入ってるってところで、ちょっと面白いかもしれない。どういう使い方になるのか。ラバル単体でやるよりも、呪文がなくなってしまうので、呪文のいらないドラゴンライダーとの組み合わせっていうところで結構、スーパーアーチャーとの相性もいいんじゃないかな。呪文をすべて使い切ってしまう。トッツウィズのような結構タウンホールのね、表から行くタイプのトッツアーチャーですね。クローンを2枚分けて打っていったんですが、端っこに出てしまったやつが溶けていく。
さあ、これは、マルチインフェルノ両サイドで降りたいというところが狙いだと思うんですけど、手前のマルチまで行きたいけど、どうだろう、これ。おお。大丈夫そうかなんとかというと。クイーンで下が引っ張って、残ったマルチ IT の方に誘導するイメージでいくのかな。さあ、ポイズンないので、この、痛いね。クローク使わされていく。だいぶ誤算。さあ、このマルチ早めに突破したいんですが、さあ、フィストも使って、なんとかクイーンの HP は保たれていって、リクスケもエレクトロタイタンいい処理してくる。さあ、キングのところ、これクイーンで取られたくない。ストライカー合わせて、クイーンをギリギリ延命できそうですね。さすがのコントロール。ロイヤルチャンピオン使いつつドラゴンライダー。今回ね、ウォーデンを残したことに意味がありますからね、このルート。ストライカーでの処理も行いつつ、ロイヤルチャンピオンもね、トム巻き込めるようなタイミングで合流ができた。その分、ちょっとラバハウンドが入らないというところ。こっちが入ってれば激強だったが、まあまあまあ。ロイちゃんにかかる方がね、ラバにかかる。プラスかなという。なんとかこれは回し切ることができるでしょうか。さあ、これ、ポイズンリザードがしっかり相手のクイーンを処理してくれつつ、モノリスのところ、これバルーン入り込みましたね。さあ、ユニコーンがバルーンを回復しましたが、ちょっと届かない。大工の方もね、ユニコーンだけではなく、大工もモノリスを回復していくというところ。さあ、ドラゴンライダーこれ持ってきたのが強かったか。キングもフェニックス持ってまだ残ってる。初手であんなに事故って、このリカバリー、さすがですね。ただ、ちょっとモノリスの方が残っていってどうなるキング。HP はあいつ低いんだよな。バルーン潜れるか。ガーゴイルとパピーでターゲットごまかしてバルーンは届きましたが、落下届かない。いやー。惜しい。惜しいなとはいえね、星1防衛もできているので、そんなに悪くない展開ではあるかなという形ですが、対戦相手もこれはウォーデンを使った形の突水ですね。強レベルがまだ上がってないですね。ただ、これは狙ってた区画はイーグルのところまでで十分な雰囲気なので、ホーミング逆にめっちゃ据えて、そこにもともと落としたかったって形だよね。トルネも据えて、真ん中マルチ3本対1クロスイーグル砲っていうところを突破するような形ですが、これ強いな。さあ、ラストもインビジブルかけていって、グランジョー越しにインビジブルターンも発動。さあ、安いパどっちか折れるとって形でしたが、まあ、しょうがない。十分ですかね。さあ、ベビーカットやりつつ、タウンホールの方がね、ウォーデン使ってる関係性でヒーローで取りたいというところ、エレクトロタイタンを盾にしていって、キングとぶつかって、ストライカー添えたいけど、ちょっと遅れてのストライカー。フリーズの呪文がまだ6発あるのがね、これスーパーアーチャーとの違いですね。非常に強い。さあ、タウンホールの方までしっかり、キングまでちょっと合流してきましたね。インビジブルをかけて、ここはクローク。逆だ。フリーズをかけてインビジブルタワーを固め、ね、タワー使われないようにやりつつ、ここでクローク、インビジブルが入って、クイーンが隠れれないが、もう6時の方からラバルスタートしてます。フリーズまだ5発ありますよ、これ。宝石は、ターゲット取れてるので打たなかったですが、これ、呪文残す形でいきますかね。さあ、いいアイスラバが入ってフリーズかけつつヘイスト。残ったフリーズね、持ってても無駄なんで打ち続けるしかないよ。さあ、これは余らせに行きましたかね。
フリーズ4枚残しての、しかもヒーローレベルもね、カンストしてるわけではない人が、インビルタラー書いてきてる。強っ。このね、初手の突系のね、アドが取れた時のこれが強いっすよね。圧倒的全開を食らっていって、対戦相手の方もね、しっかり。まあ強いクランですからね。きりと、取ってきました。で、フリーがようやく打ってくれました。バーサス。最終アタック、クラウス、エレクトロタイタン天才なし型ですね。イエティとネクロも入って、ポイズンがエレクトロタイタンというユニットの性質上入ってない形ですね。クイヒからのスタートでシューターを隣に置いていく。迫撃の取り方は、ジャイエティを使ってアーチャーターの方を削って、このままイエティの方で迫撃砲のタゲを取りたいという形ですね。アーチャーまで使って少しケアをしているような状況。その隙にクイヒもしっかりスライド。アーチャーの方でターゲット取れるか？迫撃砲の次のターゲットは少しアーチャーに向いてくれたので、ここは一発だけに抑えられましたね。このコントロール。クイヒーとここでエレクトロタイタンたちが合流してくる。すごいな。さあ、ウォールブレーカー使っていくんですけど、ちょっとエレクトロタイタン全部ですね。取れてしまう。さあ、援軍出てきたところ、ここはクロークかトームですが、ここはトーム打ったけど、クイーンが入ってない。最悪だ、これは。一番最悪な事態になってしまった。さあ、ここでクイーン、届かないクイーンからめった打ちになりつつ、3ホールがちょっとしんどくなってきますね、これね。さあ、シューターとかも生き乗り凝りつつ、ウォールブレーカー使って、フィスト、呪文だけはたくさんありますからね。ロイヤルチャンピオンも合わせつつ、スケルトンの呪文、スタッフ、バルーンも合わせて、レイジ2枚とフリーズ3枚、ジャンプがあるというところですが、ユニットがね、ちょっと綺麗にそれていってしまった。第5さん。さあ、ここはレイジ乗っけて、タウンホールまではなんとか、確保ができましたね。さあ、ロイヤルチャンピオン残っていって、ブーメラン分の最後の伸びが出ますが、ポンポンポンと。さあ、破壊率も少し厳しい形にはなっているが、ジャンプフリーズ3時に合わせてというところ。さあ、対戦相手ラストアタックですね。星1を取ったんですけど、ここで全開を取ると追いつくという展開です。さあ、ちょっとナビの方今回攻撃で苦しんで、破壊率の方もね、結構低めにはなってるので、ホッサンのアタックがね、98% だったかな。その辺で終わってたっていうところ以外は結構70%台もね、見れるぐらいには、低いアタックにはなってるので、それがどう響くかというところですが、さあ、まずはオデヒースタート、タウンホール周り。さあ、で、こっちかな。さあ、シューターセット。3時からおでん展開している形ですね。対地クロスをね、天才ではないので、対地クロスまではおでんで折り切って、そのまま2時の方からという。これ他の対戦でも見たことあるようなサイドか、作りには一応見えますね。
ジャンプインというところ。クイーンで引っ張りつつ、ここ結構ホーミングがあってね、綺麗にホーミングが3つヒットでヒーラーがいきなり。さすがにもうないか。とはいえヒーラー3枚いきなり剥がされたらだいぶ痛いのでは。最後でエレクトロタイタンを先頭に進めていきつつ、タウンホールまでね、これはクイーンで打ち抜いていくような形になるので、逆サイドキングのところを走りつつ、外でマルチ IT のところまで飛ばしていきたいんですけど、ちょっと早めに打ちたかったかな。トーム打って中心部インビジブルターで隠されているところ、エレクトロタイタンの方にヒーラーはスライドしましたね。タウンホールはここで起動しているんですが、EAT エレクトロタイタンというタウンホール。タウンホールまではクイーン突破しつつ、ロイヤルチャンピオンもこのまま投石区画なんですけど、クイーンが先に降り切りましたね。いや、強いな。裏からホグウィザード、大砲まではしっかり切り取りましたね。相手のキングのところ、ストライカーも合流で投げてますが、これはクイーンのクロックが合わさって、第1クロス降り切って、ロイヤルチャンピオンブーメランフィニッシュというところで。いや、強いな。いや、うまいこといかれましたね。はい、終わってみるとね、結構危なくて、11対11でギリギリですが、破壊率の方が勝ってたみたいですね。0.2% 差というのは 1% の差かな。ギリギリですが、なんとか勝利をすることができまして、勝ち上がりと。いや、なかなかこれは厳しい試合になりましたね。相手の星1がね、星2のところまで行っていれば負けていったというところで、相手が良かったというよりは、こっちが少しね、何回か立て続けにこけてしまっての接戦になってしまった形でしたね。明日はね、トライブゲーミングとの対戦になっております。勝ち上がりまして、トライブとのね、対戦どうなったのか、ぜひ明日の動画もご覧ください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。おさら